ちょっとやんちゃな男子高校生みたいな男の子をイメージして男装メイクをしてみました。こんにちは、なるゆみこです。私は普段ジェンダーレスな主婦と、ライナーボーイズというユニットで YouTube に動画を投稿しております。本日はですね、ちょっとやんちゃな少年のような、クラスに一人はこういう子いたなみたいな男の子をイメージして男装メイクをしてみました。それではレッツスタート。まずはカラーコンタクトを入れていきました。ワンデーアキビューディファインのナチュラルシャインです。カラコンにこだわりはないんですけれども、ナチュラルであればナチュラルであるだけいいかなと思い、こちらを使用しております。直径も 14.2mm とそんなに大きくはないカラーコンタクトです。次にセザンヌ皮脂テカリ防止下地のピンクベージュです。私は、混合肌なんですけど、大体の部位がテカるのでオールシーズンこちらを使用しているんですが、今回は全顔に塗っています。次に使用したのがこちらのエトゥセのオイルブロックベースです。鼻が一番テカるので、鼻だけにこちらを塗っていくんですが、すぐサラサラになるので素早くサラサラになる前に、密着してくれる前に指で伸ばしてなじませていきます。これはいちご鼻の人にもおすすめで、毛穴の黒ずみとかを隠してくれる効果もあります。水を含ませるタイプのスポンジを使ってダマになっているところとかを伸ばしていきます。次にもう1本下地使っていきました。サナ毛穴パテ職人 BB クリームです。こちらは私が大好きな、なくなったら怖いので家にストックを置いてあるぐらいのコスメでして、化粧下地とファンデーションも一緒になっているタイプのものなんですが、本当に毛穴を埋めてくれます。これにも皮脂吸着パウダーというのが入っているようで、これもテカリを抑えてくれる化粧下地になるんですが、 SPF が50プラス PA が4プラスと日焼け止め効果もすごく高い BB クリームです。次にアイプチをしていきました。オートマティックビューティーダブルアイリッド。私は幅広めに二重の線がついている一重なんですが、今回は男性っぽい顔立ちにしたかったので奥二重にわざと作っております。はい、そしてリキッドファンデーションを塗っていきました。こちらケイトのパウダリースキンメーカーの01番です。ちょっと明るめのタイプのものになるんですけれども、逆にナチュラルに見せてくれるところが好きで、使用しました。男装メイクの時はお肌作りはあんまりコテコテしない方がいいかなと思ってるのですが、ちょっと肌トラブルとかを隠したかったので、カバー力の上がるリキッドファンデーションの塗り方というのがありまして、スタンプするように指で叩きながらなじませていくと肌が平らになってくれるような仕上がりになります。なので、指で優しくトン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 叩きながら伸ばしていって、最後はまた、スポンジで全体的に整えます。コンシーラーを塗っていきます。ザ・セムのカバーパーフェクションアイデアルコンシーラーデュオの 1.5 番です。こちらはね、スティックタイプのコンシーラーとリキッドタイプのコンシーラーが一緒になっているタイプのものになります。主に使うのは私はこのリキッドタイプの方だけなんですが、ニキビ跡だったりちょっと気になるところに少しだけ塗って隠したのと、あと私は茶グマがひどいので、そこだけは重点的にのせて指で優しくトントンと叩いてなじませていきます。その後、またスポンジで軽く叩いてあげると密着力と持続力が上がります。次にこちらのお粉をはたいていきました。チャコットフォープロフェッショナルズフィニッシングパウダー761番ナチュラルです。こちら本当にキープ力の高いパウダーでして、特に粒子が細かいというわけでもないんですが、毛穴落ちとかがなくて長時間経ってもファンデーションの崩れを防いでくれるんですね。本来パウダリースキンメーカーってあんまりお粉使わなくてもいいリキッドファンデーションなんですが、私は不安なところもあるのでこちらを、全体的に一応はたいております。続いてアイブロウにこちらを使っていきました。ブローラッシュ EX ウォーターストロングダブルアイブロウジェルペンシル&パウダーのライトブラウンです。こちらも毎日のように使っているアイブロウペンシルなんですが、こんなに落ちないアイブロウペンシルは初めて
であったってぐらい、自分の眉毛の形のまま眉尻の方まで描いてって、若干つる感じに描いて、最後は1本線ぐらいの細さでも眉尻をスッと下ろしています。次にアイブロウマスカラをしていきます。使っているのはキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03番アッシュブラウンというお色のものを使っております。どんな髪色でもだいたい私髪色明るいので、眉マスカラの色が一番合うなと思って、私これ以外に眉マスカラを持っていないので、今回はこちらを使わせていただきました。毛流れに逆らってまず塗って、次に毛並みに沿って塗るようにすると、毛並みが綺麗に整った状態で眉毛を完成させることができます。次にノーズシャドウにこちらを使っていきます。ケイトデザイニングアイブロウ N の EX4 ライトブラウン系です。今回は真ん中の色と一番下の色を筆に取って使っていったんですが、どちらかというと一番下の薄い色を多めに取って使用しています。で、男性的な骨格により寄せたいので、眉頭に濃いめに入れるんですけれども、眉の下のところにも入れて彫りを深く見せています。で、鼻筋にはあまり入れないんですけれども、鼻の先ですね、両側からこうクロスするようにシャドウを入れています。そうするとツンと高い鼻に見えるそうなので、今回もそのようにノーズシャドウを入れております。次にシェーディングをしていきます。エチュードハウスフェイスカラーコルセットシェーディングカラーのシャープ5番です。このカラー濃いめでして、私の肌色からしたらかなり濃いめのシェーディングカラーになっているんですけれども、こちらも男性的な骨格により寄せたいという気持ちからちょっと濃いめのものを選びました。で、入れる場所なんですが、こめかみあたりから頬骨の下、あとフェイスラインに本当にしっかりめに結構入れてます。で、顔が丸っこいとやっぱり女性らしいシルエットになるので、ちょっと角張った感じのイメージで入れていきます。で、私は顎先が丸いのがちょっと気になるので、顎先の横のところ両側ともしっかりここまでシェーディングを入れています。次にアイシャドウを塗っていきます。キャンメイクパーフェクトマルチアイズの03番です。なんでこちらを選んだかと言いますと、これは全部マットなアイシャドウのパレットなんですね。で、男装メイクの時はラメ感は私はいらないなと思っているので、こちらを使用しました。まずはじめに下の段の真ん中の色を筆に取ってアイプチで作った奥二重の中を埋めていきました。で、次に一番このパレットの中で濃い茶色を付属のこのブラシの方に取りまして、上まぶたの目尻から3分の1と下まぶたの目尻3分の1を塗りました。これは目尻を引き締めるために塗ったんですけれども、この目尻下のシャドウは結構幅を広めにとって引いてしまっても全然大丈夫だと思います。どんどん自然な陰影に見えてくるので、ここは結構がっつりと入れてしまいます。最後に右上の少しだけ暗めのほんのちょっと茶色かなっていうぐらいのアイシャドウをクリースの部分に筆でのせております。ちょっとアイプチで二重を作っている関係で陰影がはっきりとはしていないので、クリース部分にここは影なんですよみたいな気持ちでブラシでのせております。次にこちらを使用していきます。ケイトダブルラインエキスパート LB1 番極薄ブラウンです。こちらはダブルラインを描く商品として有名だと思うんですけれども、私は今回アイライナーのように使用しました。このメイクで普通のブラウンとかのアイライナーを使ってしまうとちょっと主張が激しいので、今回はこちらで目尻のところにラインを引くというよりは、目尻のすっぴんでも影になってる部分ってあると思うんですね。目の際のところにその影を描き足すようなイメージでこちらで陰影をつけていきました。あと目頭の方にもですね、こちらで影をつけています。私は目に毛孔ひだが残っていて目頭が丸っこいことがちょっとコンプレックスなんですけれども、それをどうにかちょっと三角っぽく
見せるために蒙古ひだの中の下まぶたのところに、三角みたいな形の影をこちらで描いていきました。その後に、気持ちなんですけれども涙袋の影を描きました。この涙袋の影の描き方なんですけれども、中心を濃く引いてしまって、まず瞳の真下ですねを濃く引いてしまって、そこから指でススススと伸ばしていくと自然な細い影を作ることができます。今回は涙袋を特に強調するようなカラーは使ってないんですが、気持ち程度に涙袋も作っております。次にハイライトをのせていきます。使用するのは MAC ミネラライズスキンフィニッシュパウダーのライトスカペードです。こちらを男性メイクの時はもう鉄板で入れてるのが T ゾーンですねに入れて、鼻の先をちょっと丸く入れてみました。なんで丸く入れたかというと、私の鼻って結構小鼻が大きくて鼻先が太く見えがちなんですね。それをさっきノーズシャドウでこうせっかく V の字に作ってるので、やっぱりここだけが綺麗に上がっているように見えるように少し丸めにハイライトをのせております。あと頬骨の高いところにのせることで少し顔の立体感が出て、こちらもまた男性寄りな顔に寄せるためにやってるんですけれども、骨格をはっきり、させております。あと顎のところにも縦に入れているのと、先ほど涙袋の影を描いたんですが、涙袋自体には何のシャドウものせていないので、そこに気持ち程度こちらのハイライトを、筆でのせております。ハイライトを塗るときに使用した筆なんですが、こちらは Amazon でセットで買ったアイシャドウブラシについていたものです。私は Amazon で化粧筆を買うのが好きで、3ヶ月に1回ぐらいバッと買っちゃうんですけれども、その中の一つでちょっとこれ名前が読めないんですよね。クワンジかクワンジだと思います。こちらの筆を、使用しております。最後にリップを塗っていきました。男装メイクの時は別にリップクリームだけでもいいんですけど、ちょっと今日はやんちゃな感じもある男の子を目指したかったので、少しだけ色味を加えました。こちらが不老不死のリップ38度 C リップトリートメントプラス3度 C というものになります。なんかこれのキャッチコピーが、唇は38度が一番美しいというキャッチコピーで売っていたものなんですけれども、こちらはプラス3度なんで、今私の唇は摂氏41度ということになるんですけれども、41度が果たしてかっこいいのかどうかはちょっと不明ですが、唇にちょっとだけ血色感を出して元気っぽさを出してみました。髪型なんですけれども、まずアイロンで横髪をまっすぐ、どちらかというと内側に寄せるように整えております。で、トップの髪は全体的にフロントに持ってきまして、ちょっと手ぐしで動きをつけました。逆毛を立てようかなと思ったんですけど、そこまでやるとちょっとくどいなと思ったので逆毛は立てませんでした。あと前髪は自然に流れるようにアイロンで少しだけカーブをつけています。で、襟足をちょっと外羽にすることで、こちらもちょっと少年っぽさというか明るく元気な感じを表現してみております。お洋服なんですけれども、今日はセックスポットリベンジさんのお洋服、こちら T シャツになっているんですが、これを着させていただいております。こちらは実は一緒に YouTube をやっている幼なじみにもらったんですけれども、こちら気に入ってよく着させていただいているものになります。そしてですね、それに合わせてですね、こちらのネックレスもセックスポットリベンジのものになっております。こっちはね、自分で通販で購入したものになります。スカルが私すごく好きで、これのなんかピアスバージョンみたいなやつも、持ってるんですけれども、今回はこのような組み合わせでファッションを考えさせていただきました。はい、というわけで私なりの
男装メイクだったんですけれども、いかがでしたでしょうか。男装初心者だよ、男装あんまりしたことないよ、でも男装してみたいんだよって方にもチャレンジしていただけるような男装メイクなんじゃないかなと思っております。使ってるアイシャドウもね、キャンメイクの一つのパレットでアイシャドウを完成させているので、まだ男装を経験したことない方にも真似してみていただきたいなと思っております。今回のこのメイクのポイントなんですけれども、ノーズシャドウやシェーディングでしっかりと陰影をつけて、女性らしい顔つき、うまく男性の骨格に近づけられるようにシェーディングなどを考えて入れてみております。あとですね、アイシャドウをマットなものを使うものがポイントでして、どうしてもやっぱりラメ感があるアイシャドウを使うと女性らしさがどこか出てきてしまうので、ラメ感のあるものは使わないようにしております。ハイライトののせ方も高く見せたいところ、ここを高く見せたら男性らしく見えるんじゃないかというところに重点的にハイライトをのせていっております。で、唇なんですけれども、なんだったらリップバームだけでいいし、色ついてないリップクリームだけでも十分なんですが、今日はちょっとあどけなさの残る少年のようなメイクを目指していたので、少しだけ色のついたリップバームを使わせていただきました。かわいいパティーンチャンネル、他にもたくさんのメイク動画がございます。よろしければそちらの方もぜひ皆さんご視聴ください。この動画を楽しんでいただけたり、他の動画も楽しんでいただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。下の概要欄に私の SNS の情報、ライナーボーイズというユニットの YouTube の情報も載せていただいておりますので、そちらからもぜひチェックの方よろしくお願いいたします。なるゆみこでした。バイバイ。